こんにちは、アンナスです。今日はなんとルクプルの藤田恵美さんがいらっしゃってくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はラジオの収録でちょっとゲストに呼んでいただいたんですけど、収録をうちで撮っても大丈夫って言われたんで、うちのアトリエにちょっと来ていただいて、今いろいろ撮った後なんですね。で、先ほどエミさんの YouTube にもお邪魔してそちらを見てください。で、今終わった後でちょっと撮らせてもらってるんですけど、せっかくいらっしゃってるのでなんかちょっとお話ししたいなと思って、そんなよろしくお願いします。なんかすごいこんな YouTube にいつも私見てる側なんでこんな呼んでいただいちゃってすいません。でもなんか実は前にも実は来ていただいてて、ずっと見てる方はご存知かもしれないんですけど、土曜日とか日曜日にライブをしていて、でそのライブの途中で手だけゲストで参加していただいて、いつも私がこう刺繍で手元だけライブでこうやってるんですけど、そこにエミさんが来て一緒におしゃべりしてくださってあの時顔出せばよかったと思って、ちゃんと自分も化粧して私もそんなにしなかったんでなんか声だけでもね、信じられないですよねね、うちの YouTube にそんなエミさんが来られるなんてみたいな感じだったんで、こちらこそ光栄です。で今日はもうありがとうございますもう来ていただいたんで、ちゃんと顔もちょっと映させていただいてはい、ちょっと撮らせていただいてます。はい。でなんでエミさんとちょっと一つ皆さんにお話ししたかったことがあるんですけど、最新刊のアンナスの雑貨の刺繍っていう本、この本の、題名、この雑貨っていう題名のきっかけ、あんまり私外で言ってなかったんですけど、なんか言うタイミングがなくてたまたま言わなかっただけなんですけどなんかこれもきっかけがエミさんで、去年一昨年のラジオにもちょっとゲストで出させていただいて、でその時にラジオの題名が上連れ雑貨店っていう、この本はそのラジオの、小冊子でなんか5年おきに記念で作られている本なんですけど、でそのエミさんのラジオが雑貨っていうワードが入ってて、でエミさんがなんか次は雑貨っていう名前が入ったなんかアンナスの雑貨の刺繍みたいな題名で作ったらどうって言われて、おーってなって、いやできるかなと思って一回忘れてたんですけど、なんかいろいろその次の本どうしようって考えてた時に、なんかそういえばエミさんが雑貨って言ってたなっていうのをちょっと思い出して、で最初はその雑貨っていうくくりではなくて、なんとなくそのマテリアル的なものをたくさん入れてる本みたいな感じにしようと思ってたんですけど、なんか雑貨いいと思ってでそこから、もうトントン拍子に、まさかそんな私が言ったことを覚えててくださっていたとは思わず私はほらそういうアイデアは出てきたけど自分でできないからアンナスさんがやったらいいだろうなって思ってたんですけど、私も昨年15周年の時にこの番組のこの小冊子を作るのに全然もうレベル違うんですけど、自分で刺繍をね、表紙雑貨をテーマにしたのをやっていたら、その後でアンナスさんから実はあの時のエミさんの言葉で本を出すことになったんですって聞いたんでうわ私こんな刺繍しちゃってどうしようと思って、いやめっちゃ可愛いですもうこれね、世の中の人が見れないのが超もったいないと思うんですけど、すごい本屋さんに並んでそうなこれ一応番組ではね切手代だけいただければ無料で差し上げてる。そうなんですね。そう本ではあるんですけど、ちょっとなんかアンナさんも載ってたり載ってますね。ゲストの方がね、来てくださった写真も載ってるんであるんですが、でももうこんなのやっちゃった後で知ったんで、こんな素晴らしいいやもう本家のね雑貨をテーマにした表紙で、ありがとうございます。私もだからどんな表紙になるんだろうってすごいね楽しみにしてたんですが、
なんかそれはやっぱりすごいですね。私なんかこの1234567個やるのにやっとでしたけれどいやいや、でも刺繍作家なんで頑張りました。いや本当素敵なでも嬉しいです、私のね、はいそんな何気ない言葉を拾っていただいて、いやこんな素敵本当にな本になこんなったというご縁をいただいて。またなんか思いついたら言うかもしれません。はい、ぜひお願いします。アイディアもお願いしまいいですす。この雑誌ってはい、まだ在庫あります？まだ在庫あります？今2024年の、5まあ、月。 5月ですけども、まだあります。まだあります。はい、じゃあこの番組に、はいどうすればいいの？これが欲しい人は、私のホームページです。載せてたね。私のホームページに上連れ雑貨店っていうねページがあるんです、はいそこをちょっと見ていただいて応募要領じゃないなんだ要項応募要項が載ってますので140円分のね切手だけ送っていただければお金はかかりません。で返信用封筒に自分の住所書いて、それもいらない、切手代だけ、そうなんですか。切手だけ入れていただければ、切手だけ入れて、こちらの封筒でそうなんですか。はいわ送りますすごい。うんちょっとぜひそんなこと言う大丈夫ですか？宣伝しちゃう。大丈夫ですか？これアンナさんどこに載ってます？これアンナさんも載ってますね。載ってますので、おととしのはい、美味しい刺繍と一緒にそうそうそう写真撮らせて一人目のお子さん生まれてちょっとしてからすぐですね来てくださってるんですよ今2人目二人目でねちょっとしてまたねはい私のラジオ今番組にも日来ていただ来ていただきましたし、お互い YouTube 取り合ってますねそうそれをすごいどうしても私が言うと嘘っぽくなるんでそんな嘘っぽくない一人で言うとあれだからもう来ていただいた時にこの話したらすごい信憑性があると思う承認でございますご本人に説明していただいて、はい、っていう感じで。で、エミさんはなんかすごい YouTube 見てくださって、はい、ほぼ毎週見てますよ。ありがとうございます。ライブですか？ライブもだし、はい、月曜日に出てるやつも見てますよ。ありがとうございます。とても参考になってるしまあ刺繍ねできない時でもなんかやってる気分になるっていうか一緒にやってるような気分になるのでそれでいいと思う。全然しない人も見てくださってるんで、する方の、旦那さんとか一緒になんか家族で見てくださってたりとかするんで、これから仕事行ってきますとかね、そうですね、なんか今日お休みですとかねチャットで書いてらっしゃる面方いますよね。まあ、ラジオ感覚ってすごい、本当ラジオ感覚でたまに見るとちょっと進んでるなみたいな感じで、そうパッと見ると刺繍がねまたすごい素敵に仕上がってたりする楽しみにしてます。ありがとうございます。そうなんですよ。だから最初にそのラジオのゲスト去年一昨年のラジオのゲストに呼んでいただいた時に、なんかすごい私のことを知ってる内容のメールが届いてそうだったっけ出産までしていることまで書いてあってって思ってそんなみたいな驚いていやもうぜひ行きますみたいな感じでラジオに行かせていただいて。そうですね。なんかアンナさんのんびりしてるけどフットワーク結構軽いんだなって思ってなんか産後結構すぐだったんでそうですね、お呼びしたいタイミングと産後っていうのもあったのでどうかなと思ったけど「行きます」って言って、原宿のスタジオまでお一人で来てくださって、今回はね私こちらに訪ねさせていただいて、やっぱりお二人目のお子さん産んだねそんな経ってない時なんですけどもとても精力的にそうですね動いてるから、今回はちょっとなんか元気だったんで、割ともう1ヶ月産後1ヶ月でもうなんかいろいろやってましたし、取材を受けたのが1ヶ月ぐらいでしたね。よかったですね。でも体調ね、そうなんです、産後が良くてね。そうなんです、それはね分かんないんで、人にもよりますし、タイミングにもよるんで、そうなんでびっくりしますよね。なんか
エミさんがここにいるっていうこと自体がなんかね不思議な感じがします。私は YouTube でいつも見てるところに来てるっていうことがちょっと不思ありがとうございます。そんなに見てくださって。議です本当に。はい。なんかコロナの前からそうコロナの前から。らそうで本当にコロナの時にねライブしてくれてはい。すごい良かったですよね。あ、本当ですか。私も毎週なんか余計和むというか、やっぱりおうち時間じゃないですか。そうですね。あの時はね。ぴったりなライブだったなと思ったし、それ未だにあれから続いてるじゃないですか。そうですね。なんかやめる理由がないので、まあとりあえず続けてるって感じ。やめられたら寂しいと思う。あ、本当ですか。私もそうだけど。頑張りますね。ぜひお子さん大きくなってもそうです続けてね。ください。今ちょっとやっぱ子供ちっちゃいんで、ちょっと時間帯が成長に合わせて変動的で、また今度日曜日に移動しようかなと思ってるんですけど。そうなんだ。まあアーカイブもね、ありますからね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なのでラジオの方は、はい。今日収録したものは7月のいつでしたっけ？ 1週目が、1週目が7月の13日から15日の間、そのエリアによってちょっと幅があるんですけども、それは私のホームページとかアンナさんのね、多分インスタとか見ていただければ載ってると思うし、その次の週も出ていただいてますし、2週出させていただいて、コーナーもちょっとまたいで出てらっしゃるので、よかったらラジコプレミアムとか、そうですね、そういうのもありますので、結構難しいんですよね。なんかいろんな FM なんとかとか、あ、そうね、AM なんです。すいません、失礼しました。いやいや、ラジコプレミアムだといろんなラジオ聴ける、AM も FM も聴けるんだけど、その AM でちょっと見ていただければ。そう、普段はね、いろんななんかすごい有名な方ばかりゲストに出られてる、なんか音楽系の方多いんですけど、私が出てよかったのかみたいな。まあそうですよね、音楽系の方が音楽の人多いんだけど、私も幅広くいろんな分野の方にゲストに来てお話聞きたいなっていうのがあるので、そうなんですよ。私の興味がすごいある刺繍の話をしていただきました。はい。じゃあ今日はこの辺で、はい、すごいまったりした感じでしたけども、あんまりそのトークでこうがっつり撮ったことってあんまりないので、そうかそうか、私もどう進めていいのかあんまり分かってなかったです。私もさっき自分の撮って初めてトークだったから何にもフォーマットがないからどう始めてどう終わったらいいのか分かんない感じで、思いつくまま喋りましたけど、またなんか機会があればよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ではチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。さようなら。